はい、地球の模型男女です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。今回はですね、とっくん、サンディングヤスリについて語ってみようかと。サンディングヤスリって改めて聞くと、僕もなんですけど、ちょっとピンとこないワードですよね。簡単に言うと、紙ヤスリとかスポンジヤスリとか、ああいった類のものを総称サンディングヤスリと。言うんですよ。改めてサンディングヤスリってどういうのかっていうと、元になる素材があって、でその上に接着剤、でそこに塗粒っていうんですって。研ぐ粒、石がペタペタペタっとついてるんですね。ああいうのを、総称でサンディングヤスリって言うんですよ。で今回はこれについての用途の違いだったりとか、あとはサンディングヤスリの知ってて得する豆知識というか、今更聞けないサンディングヤスリの使い方といいますかね、そんな感じの話をしていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。改めて1個ずつ紹介していきたいんですけど、まずこういった紙ヤスリですね。安いですよ、一番の特徴としては。100均にもあったりとかね、だいたい200円前後で地球堂も売ってます。紙で素材でできているので、やっぱ硬いっていうのが特徴ですよね。ある程度の硬さがあります。水研ぎできますよっていうので、耐水ペーパーっていう名前になってたりとかもねしますね。一番よく使う種類じゃないかなと思います。例えば当て木にね両面テープつけてね貼って使ったりとかね、あらゆる場面で本当使い勝手のいいというか、結構僕は雑に扱ってますね。続きましてこの布ヤスリですね。うちのお店で布ヤスリって言ったらゴッドハンドさんぐらいしかちょっと思いつかないんですけども、こちらはですねやっぱ布なんでしなやかと言いますかね、なんかもうちょっとお高いイメージ。実際値段も500円ぐらいちょっと値段が上がってます。なんかやっぱ上質な感じがしますので、無限にはしてないですね。引っ張る力とかやっぱしなやかで、破れにくいっていうのも特徴なので、結構なスピードで動かす電動工具なんか使ってもらうといいかなと思いますね。紙ヤスリとかだとやっぱ振動に耐えられなくて、ちょっと端から剥がれていったりとかするんですけど、この布ヤスリはしっかりくっついてくれる印象ですね。なので電動工具に意外と布ヤスリこれ使えます。あとですね、スポンジです。これもゴッドハンドさんですけども、他にもメーカーさんスポンジヤスリ出されてます。タミヤさんとか、あとピットロードとかね、いろんなメーカーさん出してますけども、スポンジのいいところはですね、とにかくこの弾力性ですよ。追従してパーツを削ることができますし、スポンジがゆえに力のね当たり具合が割と一定なんですよ、圧力。プラモデルって割といろんな形してますから、万能なのはやっぱりスポンジヤスリなので、何が一番売れてますかって言われるとスポンジヤスリですね。あとは厚みによってやっぱり性能が変わってきます。厚ければ厚いほど平滑にしやすかったり、薄ければ薄いほどより柔軟にくの字みたいに折り曲げて、でやったりとかね、細かい作業をしたりとか、いろんな用途に使っていただけます。割とバリエーションが多くてね、僕もやっぱこれが一番よく使いますかね。で大きな特徴といえば、その紙ヤスリから布ヤスリ、スポンジヤスリにつれてだんだん柔らかくなっていく、曲がりやすくなっていく感じですね。その曲がりやすさっていうところでその用途が変わってくるんですけども、曲がりやすいものっていうのは曲面のパーツとかね、そういったものに使えますし、硬いものはやっぱり平面面出しなんかに使えますよね。だからスポンジヤスリで面出しするってやっぱイメージ湧かないじゃないですか。だからそういった時はやっぱり当て板に紙ヤスリを両面テープで貼り付けてやるっていうわけなんで、それぞれその良し悪しっていうことではなくて、用途によって違うっていう感じですかね。それではですね、今からサンディングヤスリについて今更聞けない豆知識といいますか、これなどを紹介していきたいと思うんですけども、この豆知識はですねゴッドハンドの方に教えていただいて、大概僕は知ってなかったやつ僕が知らなかったと言いますか、そういったところなんですけども、結構皆さんというか僕は紙ヤスリを出した時にいきなりパーツに使ってたりしてたんですよ。でそういう時になんか1箇所2箇所なんかやたら目立つな傷がっていうところつくことありません？あれってさっき言ったように塗粒っていうその石の粒がついてるんですけど、それはもちろん均等についてるわけじゃないんですよね。なので一部とんがってしまってるのとかやっぱあるんですよ。でそれが深掘りになって、なんか同じ800番で擦ってるのになんか1箇所だけやたら深い傷がついてるなとかっていうのが起きるんですよね。なので、こういった時にどうやって対処するかと言いますと、一旦なんか何でもないパーツというか、その使わないパーツとかに一旦ゴシゴシやって粒を揃えるんですって。だからペーパーヤスリってやっぱ使えば使うほどやっぱり研ぐ力って落ちていくわけじゃないですか。あれってやっぱ石が砕けたりとか丸くなったりとかして研ぐ力が落ちてるんですよね。なんで一旦
旦ですよ、一旦こうシュッとやっておいて均等にする、粒のすると綺麗に削れますよと、僕はその話聞くまで一切やったことなかったですよねなんか目立つな、まあサフで消すからいいかみたいな感じでやってたんですけど、そういう風にやると目立つ傷っていうのはだいぶ抑えられます。あともう一つなんですけど、結構力強くガーってやったりしません？僕なんかもう親の形になってやったりするんですけどこれも間違いで、本当に軽い力で撫でるようにシャ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 やるといいですね。押し付けすぎると、さっき言ったように石がその素材と接着剤でくっついてるわけなんで、無理に押すとその石が取れちゃったりとか、あと石が変な欠け方してなんか深い傷が入ったりとか、あと目詰まりしやすくなるんですって。僕これ知らなかったですね。目詰まりをだからすぐにこのペーパー使えなくなるな、ポイって捨ててるのは、あれは意外と力強くやりすぎてるからかもしれないですよ。だから長く使っていくためにはやっぱ力をね、あんまり入れずに優しく優しくやってくださいと。まあでも当て板やるとね、うやーってねやっちゃうんですけどね、まあそこは注意と。あとこれは手おいてよかったなっていうので、これはもうだいぶ前からやってるんですけど言ったら目詰まりした状態のヤスリがあります。この目詰まりをどうやって解消するかっていうと、例えば歯ブラシとかでこう水洗いして取るとか、そういったことやるんですけど、やっぱり両面テープ貼ったりとかしてたりすると寿命が短くなっちゃったりするじゃないですか。なので100均に売っているねジェルがあるんですよ。スライムといいますかね、こういったなんかアメーバみたいなドロドロじゃなくて、ある程度こういう硬さを持ってるやつが特におすすめなんですけど、特に昔これ餃子のこうしてなんか空気溜めてパチンって鳴らしたりしてなかった？しなかったですねちょっともう俺ひたすらパチンパチン言わしてたよこれこれに目詰まりをしているペーパーをこう当ててトントンしますよ。こうやってトントントンって、ほら汚れが落ちるんですよ。こうやってほら、でこれスポンジヤスリ、これ真っ白ですよね、これがね特にスポンジヤスリが面白いんですけど、こうやってくっつけるじゃないですか。で取れてるんですよ、ほら、元の黒が出てる。本当だ、すごいでしょ、これねなんかスポンジヤスリがね露骨に気持ちいいんですよ本当に。でこんな感じでほらめっちゃ綺麗でしょ、もうなんか買った時と同じレベルで元に戻ります。このジェルはね非常に便利です、100均に売ってますね。僕なんか使用しすぎてこんなにこんなに真っ黒になってます。すごいですね。もう非常に愛用しております、もういつになったらこれダメになるんだろうねっていうぐらいずっと使えますよ。塗料の問題ですから、どうやったってもう削れなくなるってことはあるんですけど、寿命はだいぶ伸びますこれで、あと布ヤスリとかスポンジヤスリではあんまりしないんですけども、紙ヤスリをこう手でちぎっちゃうことってありません？これ僕結構やってしまってたんですけども、それをしてしまうと、さっき言ったように素材があって接着剤があってその塗料が乗っかってるっていう構造上、無理やり力でピッと引きちぎるとその塗料がこう取れちゃったりするんですよ、接着面からね。なので本来の性能が発揮できないなんてこともありますので、やっぱりカッターで丁寧にやった方がいいかなと思います。であとはこれはアドバイスでもらったわけじゃないんですけども、やっぱりカッターで切るときにこのヤスリの面と裏の面ですね、だったらやっぱ裏の面からカッターでこうね切ってあげると刃にも負担がないんじゃないかなと思います、大事に使いましょうってことね。はい、というわけでですね、今回ご紹介させていただいたのはそのサンディングヤスリの種類や用途についてなんですよね。よくその値段が高ければいいだろうとか、みんなが使ってるからいいだろうとかじゃないよね。意外とね用途とか使い勝手が違いますので、その時に合わせたヤスリを選んでみるのはいいんじゃないでしょうかね。なかなか面白い話じゃないかなと思ったので、今回ご紹介させていただきました。ということでね、今回はサンディングヤスリの種類と、あとは今更聞けないと言いますか、店長が知らなかった常識をご紹介させていただきました。またコメントでもいろいろいただけたら嬉しいです。今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。とくんどれが好き？